はい、皆さんこんにちは。カレーブレッドです。今日はですね、結構前に上げた動画でですね、車載動画のこのアングルの撮り方みたいなのを上げたんですね。それが地味に結構見られておりまして、それを最近知ったんですけど、あの動画の中で紹介している方法っていうのが今使ってなくてですね、あれからもっと改良させたもので車の中でセットを組んでねやってるんです。別にそんなに難しいセットではなくて割と簡単なんですけど、以前紹介させてもらったのよりも圧倒的に安定しているので、今回はその改良版みたいなのをご紹介しようかなと思います。で、こちらが私の車アップ GTI と、あと今その奥にね布かぶっちゃってますけどコルベットが止まってます。今回はこの2台を使って、紹介しようかなと思ってます。なので基本的にね、セットを組みにくいような、室内空間をした車でも、今回の方法を使えばある程度の車種は多分組めるんじゃないかなと思ってますので、是非ご視聴ください。はい、それではね、撮影に必要なものから説明していきたいと思います。で、まず絶対必要なのは、この辺のアクションカメラですね。こういう、GoPro とか、こういう、オズモアクションとか、どちらもアクションカメラと呼ばれるやつですね。僕はね、一応携帯とか一眼レフとかを乗っけたこともあったんですけど、携帯はこのアクションカメラをモニターしたいんですよね。なんていうの、映り具合とか、携帯のアプリで録画ボタンがね、携帯の方で押せるっていうので、携帯はね、そういうコントロール側に回したいんですよね。あと一眼レフに関しては、画質はそれはいいんですけど、夜とかはね、かなり一眼レフの良さが出るんですけど、お昼とかだと、あんまりね、意味がないというか、そんな変わんないです。なので、やっぱ取り回しがいいこういうアクションカメラがいいと思います。で、次がですね、こういうカメラアームですね。今めっちゃバイクがね、ブン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 言っとる。最近多いな、ああいう人が。いいや。で、こういうカメラアーム。これも、これちょっとね、短めのカメラアームで、こっちはね、結構長めの、はい、こういう、この角度をね、自由に変えられるようなカメラアームになってます。はい。で、これはちょっとごちゃっとしたものを1個の中に詰め込んでるだけなんですけど、カメラアームとカメラをね取り付けしやすくしたりとか、そういったパーツが入ってるだけです。必須ではないけどあったら便利ですね。で、あとね、こっち側行くと、これが非常に重要です。突っ張り棒ですね。車載動画のことを調べた方は、こういう突っ張り棒で撮影するっていうのをね、どこかで読んだりとかされたこともあると思いますけど、僕もね、結局この突っ張り棒方式を試してから、もう安定性がね、ぐっと増したんで、やっぱこれがおすすめですね。はい。で、一応この上側はですね、あるといいものとして、これはね、この GoPro につけるやつなんですけど、具体的にこっちですね、あるといいもの。これらはワイヤレスマイクですね。で、これは人によるんですけど、車載動画しながら喋りたい人というのも、やっぱりその車の中ってすごく反響するんですよ、音が。だから自分の声がね、カメラのマイクだけで集音してると、結構ね、聞きづらいことになったりする。で、そういう時は自分の口元にこういったワイヤレスマイクをつけておいて、声はちゃんと近くで集音するっていうことをしないと、車の中では結構聞きづらいですね。喋らないよっていう人はもう全く必要がないです。なので、場合によっては、人によっては、あるといいよっていうので、このワイヤレスマイクですね。で、最悪、このマイクがなくても、携帯電話にボイスレコーダーとか大体入ってると思うんで、そういうのを口元のできるだけ近くで発動させといて、編集上でね、大体今のソフトってカメラ側の音と、そのボイスレコーダーの音を同期させるっていう機能があるんで、そんで同期させちゃうと、要は自分の声がね、よりクリアに録音されてるものをメインの音源として使うことができると。そういった形になります。このコルベットについて、多少ちょっと喋ろうとは思うんですけど、このコルベットについて、多少ちょっと喋ろうとは思うんですけど、はい、ということで前置き長くなりましたが、
まずね、こちらのアップ GTI につけていきたいと思います。で、先にちょっとこれのね、説明からしておこうと思います。多分この今ね、映してるパーツ、GoPro Quick Install Magnetic Adapter ってのがあるんですけど、これがこれのことなんですね。で、これはどういう時に使うかっていうと、はい、まずこの GoPro のね、下側にこんな感じでパーツをインストールして、で、だいたいカメラアームの先端ってこういう、なんていうのかな、こう、ポチョンって、なんかこうね、ネジがこう出てるのが大半なんですよ。で、ここに、で、今のパーツをですね、こうやって片方こうやってセットしておくんですね。そうすると、もう、これがね、ちょっと映りにくいかな。こうやって磁石でくっついて、もうこうやって簡単に、はい、こうやって固定できるよっていうパーツです。これがないとね、この GoPro だったら、このネジをね、取ったりつけたりとかしないといけないんですけど、まあ、あらかじめ、GoPro 側とカメラアーム側で、こういったパーツをつけておくことによって、ポンってはめることができるっていうのが、このパーツ、名前何でしたっけ？はい、こちら。GoPro Quick Install Magnetic Adapter です。これ結構あると便利です。はい。で、これがね、取り付けた感じです。もう非常に簡単です。まずこのように、まあこうやって上下でね、こうやってまず突っ張り棒を突っ張らせます。で、そこに、こういったカメラアームを使いまして、あとカメラを、まあいい感じの位置に固定するだけです。はい。こんな感じで。まあこれぐらいかなっていうところで調節して、ほんと固定するだけです。だからもうこういうセットですね。もう慣れてしまったら、1分もかからずにセッティングできちゃうぐらいなんで、僕はね、もうずっとこの感じで、ここ最近の車載動画は、撮ってました。早いと思ってるんですよね。だから、そういう人にとっては、もう、ベタ踏みできるまでは言わないけど、はい。で、携帯、この GoPro とか、まあ、Osmo Action もそうなんですけど、こういった携帯のアプリがあるので、こういったものをインストールすると、このカメラの方でね、プレビューができます。はい。今こんな感じで映ってますけど、まあ、このプレビューを見ながら、こっちのカメラですね。これを調節したりすることもできますね。まあ、この車だったらもう自分が後ろに行って後ろでセッティングすればいいです。後でやりますけど、あっちのコルベットなんかはなかなかね、その自分が後ろでセッティングするっていうのができないので、こういうモニタリングしながらね、やるといいですね。で、あとここで録画ボタンを押すと、録画開始されるんで、まあ普段こういう携帯ってのは、まあこういう自分がこうやって手元で操作できるようなとこにやっといて、で、こうやって操作ができる方が楽ですね。なので、僕はもう携帯はこのようにコントロール側に回すっていう役割で使ってます。で、ちなみになんですけど、このアプリを使うとですね、電源をオフにしますかって言って、GoPro のね、電源をオフにできるんですよ。で、この状態であれば、今、カメラ側は電源オフになってるんですけど、アプリ側からこうやって電源をね、入れることもできるんで、非常に便利です。まあ、たまにね、なんか調子悪かったりはしますけど、今、いい感じで動いてるんで、ここにも電源オフボタンあるんで、まあ、撮り終わったなと思ったら、もう電源オフにしといたら、まあ、やっぱアクションカメラってね、バッテリー容量がちょっと少なくて電池切れるの早いんで、まあ、なるべく使ってないときは、電源をオフにすると。まあ、そういった感じですね。はい。では次にですね、こっちのコルベットに設置していきたいと思います。はい。で、コルベットの席は、まあ、こんな感じになってるんですね。で、後ろに入って、まあ、作業しにくいっていうのと、まあ、こういうバケットシートっていうのかな。まあ、こういう構造になってるんで、やっぱね、基本的につけにくいし、やりづらいんですけど、こっちもやることは一緒で、突っ張り棒にカメラアームをつけるっていうやり方が、結局まあ安定してるなと思ってるんで、ちょっと今設置してみますね。
はい、ということで、今こんな感じで取り付けてます。さっきとね、違うこれ突っ張り棒があるんですけど、これはね、ちょっと短めのやつを買っただけです。で、ここに、短めのやつをこうやって上下にね、こう突っ張らせて、で、そこにこのカメラアームを使って、このように固定しているという感じですね。プレビューがこんな感じの画角になってます。すいませんね。僕のちょっと手が邪魔ですけど。はい。こんな感じですね。なんで、十分いい感じの映像が撮れると思います。自分がね、こういう後ろになかなか回り込めないような車っていうのは、もうこういうモニターをしながら取り付けするのがやっぱ必須ですね。で、僕もちょっと今日久しぶりにやったんで、結構時間かかっちゃいました。ドア閉めっぱなしでやったから暑いし、めっちゃ汗かいた。別にね、トランク、この車の場合はトランク開けたら別に後ろから設置もできるんですけど、めんどくさいじゃないですか、毎回それやらなあかんってのは。なんで、こういう感じで設置してます。で、この車に関してはこっちのちょっと長いね、アームの方を使ってます。っていうのは、ほんと車によるんですけど、今のね、プレビュー映像がこんな感じじゃないですか。今この GoPro ってスーパービューっていう一番高額の、モードでプレビューしてるんですね。で、このモードにしちゃうとカメラをね結構前の方に出さないと横の方、例えばほらもうこれ僕の顔とかね割と簡単に入ってくるような画角なんですよ。今のカメラの位置がもっと後ろにあったりするとより自分の顔が入ってきたりとか、なんかそういうところを映したいんじゃなくて、なんかこういう前のところを映したいじゃないですか。なのでスーパービューにしとくのであれば結構ね前の方に出したいんですよ、カメラを。ね、僕の顔の位置から見て、もうほんとね、ちょっとすぐ後方にあるんですけど、この画角でもね、やっぱ顔がね、ギリギリ入ってくるぐらいの画角になっちゃうんで、そういう意味もあって、こっちのね、アームを使って前の方に出してるといった感じになります。はい。で、こういうセッティングをすることで、実際にはこういう感じの映像が撮影できると思います。はい。なのでね、ぜひね、ご興味がありましたら皆さんもぜひやってみてください。で、一応本当にね、おすすめするカメラはこういったアクションカメラ。軽いし、一眼レフとかはね、あんまり、夜じゃないとそんな意味ないし、あとやっぱこの、車ってどうしても運転中振動してるので、そういう振動でね、壊れちゃったりも困るじゃないですか。アクションカメラってそういうのも考えられてるから、よっぽどこれで壊れるってことは多分ないと思うんですね。車によってはですね、こういうそのヘッドレストの形じゃなくて、こういう、なんていうかな、ヘッドレストがこう取れるような棒が出てるね、構造の、一般的なシートもね、あると思うんですけど、そこにこういったカメラアームをつけるっていうのもね、僕、前の動画では紹介してるんですけど、今考えると、あれはおすすめするべきじゃなかったなってちょっと思ってて、で、その理由が、その車がね、旋回した時に、どんだけそのカメラアームをね、一生懸命ガッて、強く締めておいても、ちょっとずれてきたりするんですよね。今のところこういったやり方の設定であれば、あんまりね、ずれることがなかったんですね。で、安定してるし、割と取り付けしやすいしっていうね。前回の動画ね、クランプを使ったんですけど、あれね、ほんと良くなかったな、あれ。すんませんって感じなんですよ、あれ紹介しちゃって。なので、本当に、こっちの方法の方が、まだ安定してますよと。あとね、サーキットとかね、行かれる方は、こっちのやっぱ突っ張り棒を、つけてですね、このように固定した方がいいんじゃないかなと思います。で、さっきアップに、これは今長いやつ使ってますけど、できればさっきアップの時に使ったような短いアームの方がより安定感はあるかなと思いますね。ということで、今回の動画は以上になります。はい、ご視聴ありがとうございました。